1990年、日本は世界の頂点にいたわ。山手線の内側だけでアメリカ全土が買えると言われた時代。夢のような時代なのだ。ここから日本はもっとすごくなるはずだったのだ。いいえ、この年が日本の遺影になったのよ。大蔵省が出した総量規制というたった1枚の通達。これによって金の流れが止まり、バブルは強制的に破裂させられた。知ってるのだ。そこから不景気が始まって、今の貧乏な日本になったのだ。そう、私たちはこの瞬間、栄光を捨てて衰退を選んだ。これが変えられない史実よ。悲しすぎるのだ。もしあの通達さえなければ。もしもあの時、その引き金が引かれなかったとしたら。ようこそ、狂気のアナザーヒストリーへ。運命の分岐点は、1990年3月、赤坂の高級料亭よ。なんだかきな臭い雰囲気なのだ。ここで、当時の銀行局長が密会を行っていたわ。懐には極秘の鋼鉄リストを忍ばせてね。鋼鉄リスト？何なのだそれは。総量規制を断行するために、見せしめに潰す企業と天下り先の配分が書かれた悪魔のリストよ。うわ、真っ黒なのだ。官僚の闇なのだ。彼は酔っ払って、そのリストをゴミ箱に捨ててしまった。それを拾ったのが、借金区の中井だったの。これ、大蔵省の見てはいけないものじゃ。彼女は中身を見て震え上がった。そこには自分の実家を潰した銀行の名前と、汚い裏工作が記されていたからよ。あいつら、こんなことのために父さんを。復讐心と、金への渇望。彼女はその足で、銀座のある場所へ走ったわ。そこは、政界のドン、金丸がひいきにする店だった。リストはついに、魔王の手に渡ったの。ほう、あの堅物の局長が、こんな絵を描いとるとはな。面白い。ラスボス登場なのだ。完全に弱みを握られたのだ。翌朝、二日酔いの局長は、ドンの事務所に呼び出されたわ。担当直入に言おう。このリストを週刊誌に売るか、それとも足と握るか、選べ。そんな、それを公表されたら、大蔵省は終わりです。私は破滅だ。なら、総量規制は忘れろ。景気を冷やすな。夢を見させ続けろ。それがお前の新しい正義だ。究極のパワハラなのだ。でもこれでバブル崩壊が止まるなら。局長は膝から崩れ落ち、そして魂を売ったわ。この瞬間、歴史のレールが切り替わったの。不動産融資の規制については、市場の動向を見極め、当面の間、見送ることといたします。規制見送りの一方で、暴落しかけていた株価は爆発したわ。そこからは、ノンストップよ。うわ、チャートが垂直上げなのだ。どこまで行くのだ？ 2026 年現在、日経平均株価はいくらだと思う？現実だと4万円だから、10万円くらい？ 100万円よ。100万円？桁がおかしいのだ。インフレしすぎなのだ。おかしくないわ。アメリカの S&P500 が7000ドル、日本円で約100万円でしょう。日本がアメリカと同じ成長率を維持していたら、これくらいは当然の数字なの。現実の日本が安すぎるだけなのだ。悲しくなってきたのだ。アメリカ経済に追いついたんじゃない。追い越して引き離したの。日本円が世界の基準通貨になったわ。円最強なのだ。でもそれだけお金があったら、物価もやばいことになってるのだ。当然よ。コーヒー1杯5000円。ラーメンは1杯1万円が相場ね。ぼったくりなのだ。ラーメン1万なんて誰も食べられないのだ。何を言ってるの？みんな普通に食べてるわよ。行列までできてるじゃない。あ、そうか。みんな金持ちだから関係ないのだ。そう。1万円なんて、今の日本人にとっては100円くらいの感覚よ。金銭感覚が完全にバブっているの。むしろ安すぎると文句が出るくらいよ。海外旅行なんて言ったら、全てがタダみたいに感じるそうよ。恐ろしい世界なのだ。でも羨ましいのだ。有り余るジャパンマネーは海を越え、世界を買い尽くしたわ。象徴的なのがこれよ。自由の女神？なんか顔が違うような。ソニーが買収してソニー女神になったわ。ダサいのだ。名前がダサすぎるのだ。かつて話題になったロックフェラーセンターどころか、マンハッタンの半分は今や日本企業の所有地よ。アメリカ人は怒らないのだ。独立戦争不可避なのだ。怒らないわよ。だって、アメリカ大統領のスポンサーすら日本企業だもの。ホワイトハウスでの最初の挨拶はおはようございます。日本に逆らえば、アメリカ経済が死ぬのよ。痛快すぎるのだ。完全に世界征服してるのだ。金があれば、面倒な戦争もアウトソーシングできるわ。今の日本には自衛隊が存在しないの。丸腰なのだ。攻め込まれちゃうのだ。心配ないわ。日本は世界最強の民間軍事会社と契約しているから。これ、米軍の空母なのだ。なんで三菱のロゴが入ってるのだ。アメリカ軍よ。でも彼らは今や、日本の商社が筆頭株主の下請け警備会社に過ぎないの。米軍をパシリに使ってるのだ。規模がでかすぎるのだ。日本への攻撃は、親会社への攻撃とみなす。株価を守るために、
米軍は命がけで日本を守るわ。金の力は核兵器よりも強しなのだ。そうそう、核兵器すらサブスクで運用しているのよ。サブスク？核のサブスクって何なのだ？日本は核を持たない。その代わり月額5000億円でアメリカの核の傘をレンタルしているの。プレミアムプランって書いてあるのだ。有事の際は優先的に核報復してくれるオプション付きよ。怖すぎるのだ。もしカードの引き落としができなかったら核撃たれるのだ。さあね。でも誰も日本に手出しできない。自国民の血を流さず金だけで平和を買う。これが最強の安全保障よ。合理的すぎて震えるのだ。まさに貴族の戦い方なのだ。文化侵略も完了したわ。世界のエリートにとって日本語は必須科目よ。ハーバード大生が倫理って書いてるのだ。シュールなのだ。トヨタやソニーの本社に入社できないと負け組だからね。就職のために必死で漢字ドリルをやっているの。英語じゃなくて日本語が世界共通語になったのだ。ハリウッド映画も今や日本のアニメの実写化ばかり。タイムズスクエアはオタクスクエアと呼ばれているわ。気持ちいいのだ。日本文化の完全勝利なのだ。宇宙だって日本の庭よ。JAXA が NASA を買収して月面に温泉旅館を建設中だわ。スケールが違いすぎるのだ。月見酒ってレベルじゃないのだ。地球を見下ろしながら入る露天風呂は格別でしょうね。1泊5000万円らしいけど予約は3年待ちよ。完全に宇宙の支配者なのだ。もう地球に敵はいないのだ。さあ、外の世界を支配した日本人が国内でどんな生活をしているか気になるでしょ？気になるのだ。ラーメン1万円の世界ならやっぱすごい激務なのだ。働く？まだそんなこと言ってるの？日本人はもう労働から解放されたのよ。どういうことなのだ？ 3K 労働や単純作業は全てメイドインジャパンの高性能ロボットと AI、 そして出稼ぎに来る外国人エリートがやっているわ。すごいのだ。日本人は指一本動かさなくていいのだ。日本人は全員が投資家でありオーナーなの。世界中から吸い上げた利益が毎月口座に振り込まれる。夢の不労所得生活なのだ。じゃあみんな毎日何をしてるのだ？暇すぎてボケそうなのだ。そんなことないわ。みんな忙しいのよ。消費と趣味でね。朝起きて美味しいものを食べ、絵を描いたり研究したり、飽きたら寝る。嫌なことは全て金で解決できるからストレスなんて存在しない。完全なる一億総ニートの楽園よ。理想郷、ここがエデンだったのだ。もう現実には戻りたくないのだ。治安も最高よ。お金に余裕があるから心にも余裕がある。ネットの誹謗中傷も消えたわ。本当なのだ。性格の悪いクレーマーとかいないのだ。金持ちは性格悪いって決まってるのだ。それは貧しい人の偏見よ。他人に嫉妬する必要がないんだから。 SNS は互いの趣味を褒め合うだけの優しい世界になったわ。完璧なのだ。お金は人の心も救うのだ。性格まで良くなるなんて。行き過ぎた資本主義が一周回って理想的な社会主義に到達した皮肉な話よね。努力も根性も我慢もいらない。ただ日本人であるというだけで永遠に愛され豊かに暮らせる世界。そうなのだ。それこそが僕らが求めていた正解なのだ。ここに住むのだ。どう？ずんだもん、あなたもこの世界の住民になりたい？なりたいのだ。絶対になりたいのだ。もう満員電車も税金も嫌なのだ。そう、誰だってそう思うわよね。でも残念ながら時間切れよ。嫌なのだ。やめるのだ。コンセントを抜かないでほしいのだ。夢を見るのは自由だけど現実は待ってくれないわ。やめるのだ。連れて行かないおはよう、ずんだもん。2026年の現実へようこそ。で。コンビニの廃棄弁当の匂い。現実は臭いのだ。日経平均は4万円を行ったり来たり、円安で輸入物価は上がり、防衛増税が議論されているわ。さっきまで米軍をアボで使ってたのに、現実はアメリカの顔色を伺ってばかりなのだ。それが敗戦国の末路よ。経済戦争にも負け、誇りも失い、ただ自利品を受け入れている。悔しいのだ。なんで日本はあっちの世界になれなかったのだ。変化を恐れたからよ。リスクを取って世界を支配するより波風立てずに沈むことを選んだ。それが国民の総意だったの。そんなの嫌なのだ。僕は諦めないのだ。もう一度日本を黄金の国にするのだ。ふふ、その息よ。過去は変えられない。でも未来の株価を決めるのは今日のあなたの行動よ。次のビッグウェーブに乗るか溺れるか、全てはあなた次第よ。次の歴史の転換点で失敗したくないと思ったら高評価ボタンを押してチャンネル登録してほしいのだ。あなたなら今の日本でどんな選択をするかコメント欄で教えてほしいわ。みんなの意見絶対聞かせてほしいのだ。また次の歴史で会おうなのだ。ごきげんよう。バイバイなのだ。